皆さんこんにちは。文化と創造チャンネル、知ること語ることのお時間です。本日は前回に引き続きましてゲストに皇學館大学現代日本社会学部文化発信コースの准教授でいらっしゃいます岩崎雅也さんをお招きしております。岩崎さん、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。前回はもう建築家としての非常にこの岩築の深いお話を伺って大変興味深かったんですが、今日はですね、実は岩崎さんにはもう一つの顔、あるいは今非常に集中して取り組んでおられる日本のやはり文化の全体をまとめてプロデュースをし直す、そしてそれをやはり教育に取り入れたり世界に発信すると、そちらのお話をぜひ伺いたいと思います。はい、恐れ入ります。これはもともとああいうですね建築の、それも最も最先端で、仕事なさっていた岩崎さんがなぜこの文化全体、伝統芸能から技術から美術からというもののプロデューサーみたいなことをお考えになったんでしょうか。そうですね。大学院生の時にお茶を始めて、設計事務所を務めながらお茶のお稽古行ってました。お茶は焼き物があったり花があったり、織物も出てまいりますし、さまざまな工芸芸能文学がかかってきますね。それから私が京都に移りまして17年迎賓館のことなどに携わり、また池坊短大の仕事をしたりしておりました間は、歌いの稽古に行きましてですね、これは金剛流という京都にご宗家がいらっしゃいまして、そこで実際能の、ボーカル部分を歌いといいまして、パフォーマンスを姉妹というんですが、歌いと姉妹の両方を少しずつお稽古させていたのも大きかったですね。日本文化、京都文化はつながってるんだなと。建物だけでなくて、そこで行われる芸能であったり、時にはもてなしであったりを連携して知らなきゃいかんなということを心がけました。それから特に池坊短大にいた時は花の勉強もしましたし、耳学問よろしく一緒にお付き合いさせていただいたお能の旦那衆等はですね、香道といいましょうか、お香のですね、松江堂の畑正孝様や焼き物の楽吉左衛門様や一方堂の渡辺様や一流の文化人経営者の方々とお付き合いをさせていただきました。伊勢に移りまして伝統建築、伝統工芸、伝統芸能の授業を始めた時に、私を招いてくれた新田仁先生がですね、保守の論客でありますが、私の上司でありますが、新田仁教授からですね、育法社の教科書の中に、こういうものなんですけども、公民の教科書ですね。これは第2世代ものですけども、日本文化一覧表のようなものを編集者がやってるんだけど、これはなかなかうまくいかないと。でリニアモーターからアトムからいろいろ玉石混交であると。で岩崎君ならどうするっていうんで、私が設計をしまして、日本文化の一覧表というものを、まさに計画プロデュースさせていただきまして、これが大変評判よろしゅうございまして、この育法社の公民の中でも看板の資料になりまして、この中で一番上に信仰、そして芸道、それから武道、それからこの2段はものづくりで美術、建築、工芸と、そして最後の段は芸能と、これを6つほどの写真で構成いたしました。特に年中行事としましては、一番左上に初詣、これは神道文化の表れでありましょう。3月のひな祭り、5月の節句、夏祭りは精霊流し、そして最後は除夜の鐘と、こういうもので仏教ですね。ですから神仏
でもって日本の文化は、高められてきたんじゃないかと、こういう構えをさせていただきました。この少し私も拝見して大変ですね、これ日本人が伝えてきたものを非常によくまとめて、しかも、こう一つのパッケージにされているのでですね、これ日本人にとっては、あるいは世界の人は日本を理解する上でも大変役に立つように思うんですけれども、例えばその信仰年中行事についてを一つ例にとって、今日この番組で、お話しいただければと思うんですね。というのは今ご紹介いただきました、最も骨太のところの年中行事というのは、いろいろ今の時代、例えば一人一人の価値観が変わる、家族が解体とかっていろいろ言われてもですね、まだ非常に根強く残っていて、何らかの形でこういう年中行事を全くしない日本人というのはかなり少ないだろうと思います。だからそれは非常に強い習慣だと思うので、その由来とかですね、四季に恵まれた美しい国においてですね、特に宮中年中行事などに象徴されていますが、帝の下では正月の行事、そして2日目の行事、3日目の行事と細かく行事がありますね。こういったものが世間の一般の人々も我が家でも祈ってみようというような、祝ってみようということがありましょう。初詣、小正月、あるいは節分は豆まき、ひな祭り、花が咲けばお花見、夏は蛍狩り、月を見て、やがて秋のお彼岸、そして、七夕もありましたね。その後秋冬と紅葉が散って、大掃除までですね、随分とさまざまな季節折々の行事があって、何気なく人々はそういうものを営みながら、感謝、神仏への感謝でしょうかね。また一つ、年を重ねていくことの中から次の世代にこれを伝えていくという、ある種の日本人的な悟りじゃないかなと思うんです。こういったもう数限りない伝統行事がございます。少なくなってきたように見えるかもしれませんが、まだまだ残っているかと思いますので、この意味を、応援したいなと思っております。この例えば、正月を祝う、あるいは正月に、これは初詣は今神社に行かれる方も、お寺に行かれる方もありますね。で、こういう今逆に、本来、歴史的な伝統よりも初詣そのものは、むしろ、習慣としては、新しく広がっているような気がするんですが。そうですね。新しい世代も初詣はちゃんと行ってくれてるようなんでね、ありがたいですね。本来ですとね、戦前頃であればご家族で正月は杯ごとをしてですね、家長が一の杯で今年も一度健やかに商売繁盛でと、でことほぐわけですね。これが長男なり次男なり一家で祝って、でその家族が一同産砂神へ行って、一同で祈る、あるいは誓う、これが一年の最初の形ですね。その産砂の神に、家族で行くと、少しそこは現代の皆さんに説明をしていただきます。そうですか。それぞれの土地にはそれぞれの担当の神様がいらっしゃるんです。それを産砂神というふうな言い方をします。もしどこの神社に行くかわからなかったら、まず住まいの
場所の担当の神様を探すといいと思うんです。でその上でお商売で何々神社を信奉してるとか、昔からここのその、色にがあるんだとか、あるいはあっちもこっちもでもそれも構わないんですけどね、まずは家族で祈るべきでございましょうね。ぜひこの習慣はですね、美しい日本の正月として続いていっていただきたいと思いますね。その場合のブスナの神というのは、住んでおられる場所の、基本的にご近所で、あれば良いと考えていいですか？現代的にはそれで現代的にはそれで、それぞれのお家に歴史がある場合はね、氏神様ということになりますのでね、土地を離れても氏神さんはどこどこだっていうのがあればね、そこに心を寄せていただくっていうのもありますね。氏神ウルスナの神というものが、氏神がはっきりしている方はそうだし、そうでなければまずは自分の地元の神社にお参りをすると。思いますに世界の正月で1321321でこうクラクションが鳴って抱き合ったりキスし合ったりっていうような正月もありますけど、ありましょうけど、日本の良き正月はもっと厳かではないでしょうか。古来は年をいただくというのは神様からその1年の年をいただくのでございますんでね、自然にやってくるもんじゃないので、ついでに言えば昔江戸時代明治頃はそのみんなで1年年を取ったようでございましょう。同時に正月に、いわゆる数えで年が一つ加わるわけですね。そうなんです。そうなんです。正月を大事にするっていうのも忘れてはならない日本人の年中行事の一つだと思いますね。このお正月、要するに今、満年齢でですね、誕生日で年齢をこう数えていくと。でそれは数学の上では当然その方が合理的だとなりますけれども、しかし社会生活の上で皆が家族一同が正月を迎え、今おっしゃられたようにですね、岩崎さんが今おっしゃられたように、そこで要するに神様ごとをし、神様から年をいただくので年が加わるんだと。そうですね。これは非常に奥深い一つのあれですね、信仰のあり方だし人生観だと感じますね。ぜひご家庭でですね、お塗装なりその少し塗り物を飾ってですね、正月だけでもですね、ちょっと家長が号令してでもですね、おいそろえと、明けましておめでとうございますと、本年もよろしくお願いいたしますという儀礼的な部分があってしかるべきだと思いますね。その結果杯事があって、次におせちの料理が出てくるわけです。これは1の膳2の膳3の膳というなってるわけですからね。そういう連携してるわけですからね。ぜひご家庭で1年の計ご挨拶から、心を一つに祈っていただきたいですね。おせちもね、一つ一つ全部意味があるわけですね。お料理の一つ一つに意味があるし。ことほぐっていう言葉がね、大和にありまして、言葉のことに祝うとも書きますし、これを略して寿っていう字に具でことほぐというんですね。めでたいと。でこの国に生まれて正月を迎えられてめでたい、何よりもめでたいと。でこのめでたさが1年続きますようにと、それぞれ健やかでありますようにと。言葉には言霊があるっていうことですよね、我が国では。良い言葉を発することが具体的になっていくということですよね。良き言葉で良き国を作ってきたわけですよね。決して明けおめとか略さないでですね明けましておめでとうございます、本年もよろしくお願いいたします。ですからどっか職場で上司に会っても先生に会って「明けましておめでとうございます、本年もよろしくお願いいたします」って言える学生は「良い子だ」って言ってすれ違う学生もいますから「おい」って言って「何ですか正月だろう、はあ、明けましておめでとうございます」ってやってみなさい
教えますね。これが日本人だと。ぜひこれは続いていってほしいなと思いますね。そうですね。結局前回でもですね、内井正蔵先生のですね、健康な建築という観念についてお話をね、伺って非常に私は印象的だったんですけど、例えば今の正月のしきたり一つをとってもですね、要するに、正月を迎えた途端に私たちは、生物としてじゃなくて社会的な生き物としての人間、あるいは魂がある人間としてはですね、みんなが一斉に生まれ変わる、年をいただき直す、でそういうことというのは決してなんかある価値観の強制とかでもないしね、特殊なあり方ではなくて、もう長い長い、先祖がみんなそれぞれにその習慣の中でですね、命を新たにし人生を新たにしてきた、大きな意味で言うと、最も深い意味での健康法だと思うんですね。ですからそのようなことが、全て、行き当たりばったりだったりしたらそれはおかしくなると。もう社会生活そのものをまっとうに過ごしていくことができなくなるだろうと私は思うし、日本人の中にですね、非常にそういう感覚があるから、初詣であっても別に若い子たちは強制されるわけでもない。で、イベントごとであるということで行くわけですけれども、それはやはり神様の前に立つということによって、深い自覚がなくてもそこに必ずですねおかげがあるだろうし、そして私思うんですけどね、今ネット社会になりましたでしょ。神社仏閣なんかの情報もたくさん出まして、で若い女性なんかもね好きなんですよね。むしろ非常にある種の年配の人なんかは神仏そんなの迷信だという世代があったりしますでしょ。でも非常に好きな方が多い。そうすると本をいろいろ読んでっていうところまでいかなくても、ネットで情報を見るとね、やはりそういう神様信心をするっていうことの意味に対しては私はね結構感性を持ってる、そういう若い人が非常に多い気がしますけどね。ありがたいですね。世の中変わってもまだまだ日本人の若い人も初詣誰と行こう、どこで見よう、初日の出にしようかとかね、いや伊勢神宮もあるとかですね、明治神宮が近いとかですね、考えてくれてるようで、ありがたいですね。その意味をもう一押し大人ができたらですね、これには深いわけがあるんだと、神様へ奉納するわけだしね、なんで命があるんだって、これいただいた命ですからね、であれば何のためにこれを使うんだと、ちっとは近えということを積み重ねたらね、良い国が出来上がっていくと思いますので、良い国の形だと思っております。こういう日本人の先生のこのお作りになられたグラフだと、図表だと信仰となっていまして、これが要するに日本人ってほら宗教とか信仰っていうとね、抵抗感がある。でも日本人の場合には暮らしの一節一節が信仰であって、神様というものとなんか非常に親密なんですね。その通りだと思います。日本は長い歴史があって平和でございましたので、数千年、1万年や2万年、3万年以来からですね、あまりにも当たり前に神仏を祈ってきた。特に神様を祈ってきたし、その後仏教も参りました。どちらも仲良く当たり前のように大事にしてきたので、西洋的な宗教という枠ではなくてですね、日本人として、初詣に行っていただき、日本人として除夜の鐘を聞いていただくと、それで結構でございまして、そうですね。だからその中に自然にものすごい長い年月そのものの育んできた
こう人と神との自然な関係があるということでしょうね。はい、おっしゃる通りです。これはもう世界が羨むことじゃないかなと思います。サミットでも伊勢神宮に多くのトップリーダーたちが見えて、伊勢志摩サミットですね。伊勢志摩サミットで安倍首相が案内して、拝礼をされて、でもってその感想としては懐かしいと、その各国のその太古の歴史はもう記憶の彼方に、忘れ去られつつあって、言葉も祈りもね見えにくいと、その点日本の神道はね何か懐かしさを感じるというふうに漏れ聞きました。ですから世界が羨む日本の生活信仰の形だと思います。そのこう今こう各国の首脳がね、やはり一様にね何か感じるものがあったと、私もね、伺っておりますけれども、やはりそのこう今の伊勢神宮、これはまさに、岩崎さんの今、皇學館、伊勢にございますありますね。この伊勢神宮についてちょうどお話が出たので、少し伺ってよろしいでしょうか。伊勢神宮は、ちょうど2000年ほど前に、天照様をお迎えしてできた社でございまして、これには大和姫の命様という女神様、実在の姫君ですが、飛鳥から天照大神様の魂とともに旅に出て、最初は近江の国、やがては尾張の国など旅をして、で伊勢の国に入ったところ、天照大神様から、ご神託があって、神風の大和の国は片栗のうまし国かな、この国に住まんと思うとおっしゃっていただいて、この国は美しい国であるから私はここに住みたいなと、ああそうですかと、ではここにお社を建てましょうということで、2000年、それから持統天皇の頃、天武持統の頃ですね、お社を20年に一度隣に新たに作り直して神様に移っていただく、また20年今度はこちらの敷地に新しい社を作って移っていただく、式年遷宮を決められます。これから1300年ほど、戦乱で日が延びたこともありましたけども、20年に一度社を作りお移しすることによってまた若々しい常若の力を持って永遠にこの国が常しえに反映する形を作っていただいたんですね。世界見渡してもですよ、これ20年に一度作り直すというようなシステムを考えて実行した文明があっただろうかと。そうですね。こういうことで日本の国の永遠の信仰における永遠の繁栄を設計したんですね。式年遷宮っていうのはすごい文明の知恵だと思いますね。これは面白いと思うのはですね、ちょうどその頃は、飛鳥から奈良にこう、そして仏教を採用してですね、そしてそのまさに岩崎さんがその建築家として大変若き日に影響を受けた仏教寺院が、これ自体も世界最高峰と言えるようなものがたくさんある。でも同じ時期にですね、我が国の古来のその天照大神をお祭りする場所っていうのはですね、このそういう永久に残る法隆寺みたいなものにしないでですね、この20年に1回と、この両方を同時の時の日本には両方やったっていうのはどういうことなんでしょうね。両方なんですよね。まさに神道の価値観は遷宮の形で、仏教の考え方はあれね、大修理をするんですね。法隆寺でも薬師寺でも東大寺でも、あれは30年50年経つと屋根瓦がちょっとずれます。屋根を直します。でさらに100年150年辛抱しても不動沈下が起こります。根腐れも起こります。そうすると全部を解体して、で土台からもう一回根継ぎをして古いものも使って新しいのも添えて
これを作るんですね。なるほど。これをもう10回近く東大新陳代謝はやっぱり絶えずしてるんですね。そうなんです。それで、世界最古の法隆寺で木造建築でと、あるいは東大寺でと、これもですね世界に号す、文明の力ですね。ある意味では永遠に残していこうと。しかもあんまり法隆寺とかも極彩色塗らないんですよね。そうですね。あれ元は復元図っていうのはね、極彩色の柱には装飾があったりするんですよね。むやみにはそうしないのは日本の美意識のやらせる技か。これは面白いですね。伺えたらと思っていたんですが、要するにそういう形で新陳代謝はします、復元するけれど、その彩色は、というものは、おそらく最初はあったと思われますけれども、途中からその彩色を捨ててきますよね。むしろ積極的に。これはやっぱり美意識でしょうね。美意識だと思いますね。この神道の平安、遷宮のヒノキで伊勢神宮のお社も作りますと最初は黄金色に輝いてるんです。5年10年経つと枯れてくんですね。錆びてくる。これを愛してたんでしょうね。この古色に耐えるもの美として味わう。もう日本人にあるわけです。これを汚いって言って塗るんじゃなくて、これを愛する。これはね美の悟りだと思いますね。この年月を愛すると。でそれが仏教にもちゃんと伝わってたんだと思いますね。ですからある種の古い奈良の御寺は塗らないですね。修理しても塗らない。そうですね。神社によって、お寺によってそれぞれの考え方で彩色する建築もあるんです。あるんですけども、塗らない古色のものを愛する神社寺院も多いですね。これこそ日本人の誇るべき美意識なんじゃないかな。伊勢に行きますとね、今の永遠の新しさと、それからそういう古色というものがね、こう両立してますね。そしてこう多くの人がおそらく自然にこう感じるであろう一種の神聖な気に満ちていると、こういう要するにこのものを感じるという、その日本人の文化というものは、ある意味で例えば、信仰というのは神様がいてですね、明確なとか、それで生活の習俗というのは単なる習慣だではなくてですね、例えばそういうスピリチュアリティみたいなものっていうのはね、明確にあって、それを感じることと暮らしというものがですね、非常に同じコインの両面といいますか、それが日本の暮らしでもあり信仰でもあると感じるんですね。本当にその通りだと思いますね。1万年2万年3万年と繰り返されてきた四季折々の景色の中で人は自然と夏が盛りがあってやがて色づいて枯れていくんだなと。で我が身も枯れていくわけですよね。もう自然の命でも次の世代が芽生えていくて我が人生も無駄ではないわけで、これが常しえに繰り返されている。それに貢献できたらなんと幸せなことだろうと、日本人のその自然を通じての悟りがあって仏教がやってきたと、おっしゃる通り、それはお釈迦さんのおっしゃる通りやと我たちは、そうやって生きてきたしと、これが哀れの心であったりとして和歌の中で生活の中で、帝から先森まで心の哀れを五七五七七にして、それをその古今和歌集や万葉集で皆が知ってです、こうやって日本の美意識が、テキストになっているわけですね。こういうところが日本文化の高みだと思いますね。その神仏集合という言い方があったりね、いろいろしますけども、今話伺ってるとまた私最近縄文時代が非常に研究されて、やはりこれ非常に根深い、そして文明としても高いし、
って思うとですね、この日本のこの深いこうなんていうか伝統という言葉よりももっと1万年を超えてるものですけれども、その中にいろんなものが入ってきます。で仏教も入ってきた時に、その仏教が完全に日本人のその信仰の、こう一つのなんていうかな要素になっていくだけであって、ここでまあその日本が仏教化をするというよりですね、仏教の方が自然に日本の中に溶け込んでいくというイメージがあるんですが、そうですね、まさにそういうことだと思う。日本化した、仏教が日本化したり、あれ次に禅宗がやってきますでしょ。禅の悟りというものも、ああそうや私たちはそれよう分かるわ言うて日本的禅宗分かるわと分かるわけですよね。受容するわけですよ。教わらんでも分かってまんがな。なるほどね。ともすれば私たちは全部大陸から教わったように教わるんですけど、いやそうじゃなくて受容したんやと、受け入れたんやと、その禅の悟りのようなことはその通りだなと、そういう意味でかなりの高度な文明があったんじゃないかなって思いますね。そういうものに対していろんな新しい、思考法思想新しい、こう様式が入ってくる、入ってくるんだけれども、気が付くと、我々が本来知っている何か魂で知っているあるいは歴史的に知っていることの中で、それがこう溶け込んでいるというような感じがしますね。私は若い学生に哀れの話やら余剰の話やら、幽玄っていう話をするんです。で古今和歌集から新古今和歌集の頃に、そうですね、満月よりも望月よりもちょっと欠けたる月の方が味わいがあるんとちゃうやろうかと、健康法師さんも言うてまんなと、どう思うと、あるいは満開の桜もええけども咲いた後のその、花吹雪も哀れでええな、どう思うって、そうやろ、それって日本人なんやで、俺もしかして「ホワイ」って聞かれてね「I can't understand」ね言われる方もいらっしゃるかもしれないけど、日本人やったらそうやなって、枯れた姿もええなとかね、そういう共感は若い人にもまだ受け継がれているとしたら嬉しいですね。それは一番、強いんじゃないでしょうか。要するに頭ではないところで分かっている感覚っていうものは、逆にこう非常に今、こう若い世代の中で感覚的な部分で生きてる面ってね、増えてる気がするんです。そうするとまあ思想とか文学というよりも、もう少し感性で生きてる時には、逆にそういうことが自然に分かるような気がしますけどね。無意識ながらも日本のアニメの中にも伝統芸能に携わってるアニメが人気が出たりね、南東の懐かしい筋書きが注目されたり、人々はそうそう刀も大変人気だそうですし、求めてんだと思いますよ。武士道であったりですね、誰か知ってたら教えてっていうぐらいで。本物を教えてっていう感じだと思いますね。ですから私が志しているその日本の伝統文化教育っていう意味では本物を伝えると、今までバラバラだった知識であっても、まず知っていただく、一覧表に挙げました、芸道や武道や美術や建築や工芸や芸能や、まずは大人になってからでも遅くありませんので、雅楽の狂言、歌舞伎、文楽、舞、味わっていただきたいなと思いますね。これはあれなんですね、この岩崎さんの作られたですねこの種の一覧表というのは大変面白いと思うのはですね、要するに、信仰年中行事であろうと芸道であろうとですね、全部がこう同じ響き合っていて、そしてこう
密室の中で何か一つが完結するという世界ではないんですよね。で例えば近代ヨーロッパの芸術というものはですね、例えばコンサートホールというところで集中して聴くわけです。でもちろん伝統的なヨーロッパのホールに行くと工芸的にも美しい彩色が施されていたりします。だけども、最も、本質的な形で言うともうその音だけなんですね。ですから家で CD を目をつぶって聴くと、あるいはこうイヤホンをしてそうすると完全にその音だけでものすごく完成していると。逆に言うとそういう意味では閉じているわけですよね。で絵も同じなわけで、それは美術館だけども本来は例えば注文主の貴族のお屋敷にあったものが全部バーッと美術館に集められてそこで閉じていると。で今日本の茶碗でも何でも国宝級になると全部そうされちゃってますけど、そうですね、ミュージアムに行っちゃいますね。でも本来はですねやはり生活の中にあって、で例えば日本の茶碗のようなものを見ますとですね、例えばそのヨーロッパの茶碗あるいはさらに言えば中国のですね、王朝が作らせてきたような、このものすごい金工の均質性の高いですね、そしていわゆるまさに高級な晩餐会用ですよね。日本の湯飲みなんていうのは、あれはそういう意味で言ってそのミュージアム向きじゃないですよ。どう見ても暮らしの中で場合によって晩茶飲んだりする中でその美しさが出てくるんじゃないかと。そうですね、晩餐会には同じスタイルで同じ様式のセットがわっと並ぶわけですよね。見事ではございますね。しかし日本のもてなしというとですね、懐石料理であればですね、向こう漬けがあってでご飯があってお汁があって、その後煮物椀が巻物で出てきて、巻物の蒔絵のでね、蒔目の椀を蓋を取ると。ね、そうそう黒い中にですね真珠などがあってですね湯葉の香りをたしなみながらと。で次に焼き物が出てきてしい魚が出てきてと、これが器がどんどん変わるんですよね。例えば手のついた織部焼きに焼き魚が乗ってきたりですね、あるいはガラスのギヤマンに次のものが持ってきたり、あるいは天ぷらだったら竹の編み物で持ってきたり、焼き物漆器ガラス竹、時には紙一枚に乗ってきたりってマテリアルもどんどん変わって、四角いもの丸いもの平たいものとこれだけでもですよ多様ですね。でそれ全体が季節を表現してるんだと、あるいはこれからの秋なら秋の風情を表してるんだと。料亭によっては9月の秋と10月の秋と11月の秋ともうどんどんと食材も盛り付けも器もないも変わってくるらしいですからね。そうやって私たちは秋が来たな深まったなといただくわけですね。そしてまた一つ、人生の覚悟を新たにまたこの友との語らいを深く心に刻んだり、これ豊かですよね。晩餐会の場っていうのは均一的に見えますね。日本人の器もてなし文化の方がより多様で、より複合的で文学とも関わったり、芸能とも関わったり、果てしなくクリエイティブですね。そうですね。それこそそうすると一期一会という言葉も非常に生きてくるような気がお話を聞いていていたしました。そんなわけで芸能も知っていただきたい、それから焼き物のことも知っていただきたいし、基礎的な知識をですね、まずは知っていただく、これを基礎にして次は特徴を学んでいただきたいと思うんですね。日本文化の特徴、なぜなんだろうとかどうしてなんだろう、この単純さは何なんだろうとかですね、初段があって中段があって上段があるとしたら最終的には日本人としてどう生きるかっていう生き方までね、
お話をさせていただきたいなと思って今準備をしているところで、資料にもそういう三段構えの伝統文化教育構想っていうのを私は今考えておりまして、特にもう最終的にはですね、やっぱ大和魂ですね、愛国心ですね、からその国の文化を名誉として思っていただきたいですね。偉人伝も大事ですね。こういう人がいた、こんなふうに生きた。そして、伝統技芸の多くはその稽古と修行によって己の魂を、鍛えてるんですね。徳ある人になるために、修行してると、そういう覚悟があると思います。これは焼き物織物だけでなくてですね、日本の仕事全体にあると思います。ですから今日この番組を作っていただいているカメラの方、音響の方、プロデューサーの方もこの仕事の技を持って己の魂の心の修練と思ってらっしゃる。この道と天職、これは俺の道だと言って仕事に生きてらっしゃる。これは日本人的な道。そうですね。これが溢れてるのでみんないい仕事が整ってますね。平和でみんな細やかな仕事ぶりじゃないですか。これは残したいですね。それぞれの役割で日本人としてこれを道として技と心を鍛える道場なんだと思って持ち場を守って持ち場で生きてほしいなと思いますね。生き方に結局日本人の生き方に、その実はこう建築そして日本の伝統的な文化と言っていると、こう単なる文化遺産と外にあるもののように思うけれど実は生き方そのものなんだ、こういうことですね。そうなんですね。でもし一言で言えと問われたら、私は日本人は花として生きるということをお伝えしていまして、花ですか。花ですね。例えば新渡戸稲造も武士道の冒頭で、日本の固有の花、菊の花のエンブレムと同じように日本人には武士道が生きていると、こういうふうに言ってるんですね。それから岡倉天心が茶の本の第7章でしょうかね、花について語ってましてね、英語でね、それぞれ英語ですけども、花の中には死を恐れない花もいる、例えば桜は、とくるんですね。これはね大人になって分かったんですよね。桜を日本人って言い換えたらいいんですよ。世界の中には死を恐れない人もいる、例えば日本人は、っていうふうにつながって吉野の花の散りゆく姿を言って、彼らは「おさらば先に行くぞ、我らは永遠の旅に行く」と笑っているかのようであるって書いたんですよね。こういうイメージを英語でね、これはね日露戦争まだ冷めやらぬ頃、恐るべし日本人は、花々として一人一人覚悟を持って花のごとく咲いて時を知って散っていく民族だって、恐るべしっていうようなメッセージなんですね。桜花をみんな好きですよね。そうですね。で今日は実は私がちょっと花を生けさせていただいて、これは岩崎さんのちょっと僕は花が必要かなと思って下手ですけどもちょっと一輪挿しに刺しました。それで彼らは命が限りあることを知っていて、で、その場で今役を演じてくれていて、明日にはもう枯れてしまうかもしれませんよね。でも私たちの生活の中に床の間であったり職場に花があって、その命を無駄にせんぞと、我々はもっと大きな仕事で花を咲かせるぞと、もっと偉大な人間にしかできない花を咲かせてやがて散っていくぞという覚悟ができている日本人であってほしいと祈っております。花を我々は愛しますでしょ、お花見とかいいなと思いますね。ぜひ花を愛する、花と共に生きる、花に見習って生きる、日本人であっていただきたいと願っております。花
そしてその武士道であり、それはその花の心でありと。そうすると花の心からさっきの天使のように、茶の本でそういう言葉が出てくるわけですね。出てきますね。ですから要するにそれもやはりこう一如、一つながりの中にある。はい、そして、その一つながりの中で、日本人にとってのありようや命というものはある意味で、今岩佐さんがおっしゃった、桜、はい、この桜花っていうものに、かけてきた、その日本人の思いや覚悟、その美しさと、同時にその盛りの美しさだけではなく散るということの美しさというこの発想は確かに日本人にしかないのではないかと私も思いますね。蘇っていただけたら、あるいは思い出していただいたらで結構です。日本人として生まれたのは皆知ってることです。皆覚えてることです。そうだよなって皆そりゃそうだって聞いたことあるってそうだなってそれは年を重ねたら皆そうですよね。まして若い人から早くから知っていただいた方がいい仕事ができます。合言葉はたくさんございますので、その日本の伝統文化からのそのご自身の飛躍、人生の展開っていうものをですね、心がけていただけたら、良い国、良い世界ができると思いますんで、世界も日本人に期待してると思いますんで、私はそういう日本の伝統文化教育を打ち出していきたいと思っております。ありがとうございました。はい、恐れ入ります。本日は、岩崎雅也さんに、ゲストとしてお越しいただきました。いかがでしたでしょうか。どうも岩崎さん、長時間ありがとうございました。ありがとうございました。